嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたんですよ。なんすか、写像って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題あ、ごめんなさい。思うんですよね。フランスは備蓄米といったものはありますか？ありません。あるとすれば日本みたいに出したりしますか？しません。フランス人そんなに米食わないんですよ。でただね、モンペリアの近くにカマルグっていう湿地帯があって、でそこはフラミンゴとかも来るんで、カマルグの塩とかもあるんですけど、そのカマルグ地方は米を作るんですよ。なのでそこのカマルグの米でなんかこう水牛の肉を使ったなんか煮込み米料理みたいなのがあって、なんかそれは割と興味があっていつか食ってみたいなと思うんですけど、なので地域によっては米は食うんですけど、フランス全体としては米文化ではないので、なのでパリで米を食うってなるとなんかリゾットとかイタリア料理系の流れのものが多いですね。はい。こんなピンクも着てください。好きな色何色ですか？僕地味な色好きなんですよね。目立ちたくないので。なので黒とか灰色とか地味な色が多いです。はい。フランスの主食は基本パンなので、はい。テレビタレントは YouTuber がどれだけ狛江のリビューをしても今のところ発売日にスーパーとか2時間とか平均並べ高齢者が働いている奥さんのいる家庭でしか食べられない非課税世代に困ったかもしれないような政策と正しいのでしょうか？今回量になるんですか？なります。ほっとけば結局今なんか米が足りないという気がして一生懸命米を並んで買っているだけで膨大な量出るので、多分結局なぜ高かったのかっていうと、高値になるまで倉庫で貯めといたぜっていうのがいるんですけど、これ早めに出さないと損するよねっていう形になるので出し始めるので、結果として米不足がなくなるんじゃないかなと思います。安かろう悪かろうの海外米を食べたい人は買えばいい。質の良い日本米を食べたい人は高く払って買えばいい。消費者の選択肢を増やした方が良い派のオイラ。米農家は買取保証で保護。米輸入拡大に賛否。与党。参院選への影響懸念。っていうのが、今年の8月ぐらいまでの話ですね。で、タイトル回収になりますけど、来年お米の値段また上がるよって書いてるんですけど、今回お米の値段が下がったのは備蓄米で、5キロ2000円台というのを出しました。で実際5キロ5000円は高いよね、なので3000円台ぐらいだよねになってるんですけど、もう米の作付け自体は終わっていて、でその農協とかがこれぐらいの値段で買うよねって言ってる米の買い入れの値段自体はもう上がっちゃってるんですよ。でさらに今年猛暑って言われてるんですよね。で猛暑になると米の生産量は減ります。で今回備蓄米を出してから安いで備蓄米を出しちゃったということは、来年は備蓄米は出せません。さらにもっと備蓄を減らすって可能性あるんですけど、なのでもう一回ぐらい備蓄米出すかもしれないんですけど、本来備蓄米というのは何かあった時に取っとかなきゃいけない米なんですよ。でこれを価格が高いから緊急で1年分使っちゃいました。で、ひょっとしたら2年分あるいは米を出してるけど、今度ここ米も出してみたいになって2年分使いましたってなっちゃうと、多分もう1回しかできないよね。で猛暑で来年じゃあ戦争的なことがあるかないかって言ったら結構わからんよねってなると、もう多分備蓄米使えなくなるんですよ。フランスとかイタリアのジャポニカ米を食べてるオイラとしては、日本の米の味を知りたいので、ブレンドしないココ米とか食べてみたい。ブレンドしないといけない試食データから備蓄米米 100% は商品化は厳しい。で備蓄米使えなくなった時にどうなるかっていうと、米の値段は上がるしかないんですよ。で長期的には米の値段を下げるというのは、補助金を出しまくる、減反をやめるの両方やらないといけないんですよ。で今減反をやめるっていうのをその動きはないので、減反は進んでいます。なので米の作付け面積自体は増えてません。今年は作付けしたものがその今月の4月とかに作付けしたものが、9月10月ぐらいから取れ始めるんですけど、なので今から米の量というのはもう決まって、今ももう米の量決まってます。で減反した量で作ってるので、なので米の全体量というのは増えていません。でさらに猛暑になって新米の量が少なくなります。ってなるともう上がる以外ないよね。なので上がるでしょう。なのでもし気になる人は今のうちから早めに米の予約みたいなやつとか、農家と交渉して米サブスクみたいなのやるとかっていう形で、多分先に抑えないと結局長期的には減反をやめない限りは米の値段というのは
米不足というのは解決しません。で、もう一つ米不足解決する必要があって、解決する方法があって、アメリカから買うなんですよ。カリフォルニア米ってだいたい5キロで2000円切るぐらいの値段で日本でも流通可能なんですけど、欧米は通常時に余る量を作らないと不作時に米不足になる。米の輸出ができると、農家は作りすぎて余った米を捨てなくていいので、余る量を安心して作れる。田んぼを増やし米輸出するのは、米価格安定に必須。米輸出を否定する人は、米の不作を知らないくらい頭が悪いの。で、これの輸入制限というのを日本はずっとやってるんですよ。で、それは農家を守るため。要するに農家というのを、要は、貧乏な農家がそれなりにいっぱいいると、農業系の政治家に投票してくれるので、農家というのをなるべく集約させないようにしてるんですよ。要するに大規模農家が、じゃあ一人で東京ドームなんか5杯分ですっていうのやっちゃうと、この人1票なんだけど、これを20人の農家がやってたら20票もらえるじゃないですか。なので、なるべく農家が集約しないような大規模農家を作らせないようにというのは、農林族の人たちとか JA の人たちがやってるんですよ。なので、そうすると、輸入米です、カリフォルニア米ですって入ってきたら、そっち買っちゃうから、農家の人たちめっちゃ困るんですよ。なので、農家の人たちが票をもらってる農林族というのは、外国の安い米を入れないっていうので、ずっとブロックしてたんですよ。でもこれが、じゃあ5キロ5000円じゃ買えないよねっていうので、じゃあカリフォルニア米でいいじゃんっていうのが、声として大きくなる可能性があるんですよ。いや、今回備蓄米を出しました。これでも何度もできません。米価格問題は、根本的には、燃料費、肥料代、殺虫剤、除草剤、委託人件費が上昇してるから価格も上がるわけです。他の農作物や漁業でも同じことが起きてます。日本人労働者の手取りを増やし 5kg5000 円の米でも普通に買える社会にすべきなのですが、小手先の政策で解消すると誤解してる人が多い。でも5キロ2000円じゃないとやっぱりダメだよねってなると、次はこれカリフォルニア米に手を出すか、減反をやめるか、あとは農家に補助金を出しまくるかっていうどれかになるんですけど、減反政策に関しては手をつけませんでした。で、補助金についても特に政策的にやってませんとなると、多分カリフォルニア米輸入するか、米が高いの2択なんですよ。で、農林族が未だに強いのが変わらないので、なので結果としては僕はカリフォルニア米入れずに米が高くなって、また同じ騒動を繰り返すっていうパターンなんじゃないかなというふうに思ったんですけど。なので、米の値段は上がると思うので、もう一つのパターンで、実は猛暑じゃなかったっていうパターンね。猛暑になると一応ね、結構世間的にも言われてるんだけど、ただ天気予報というのは外れることもあって、めちゃくちゃ豊作になって、米余りまくって安くなるっていうのも、可能性としてはゼロではないですけど、そんなにその可能性ないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますけど、はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? 家帰るのやめましょう。辛いですよね。どこ帰るんですか